こんにちは、村雲です。今回の動画はカーナビアプリについてです。先日投稿した Yahoo カーナビとナビタイムのアプリ紹介が好評だったため、今回は基本に立ち返り、iOS のマップアプリのナビ機能を Google ナビの機能と比較しながら紹介していきます。最近の車には標準装備となりつつある CarPlay 機能のユーザーの方の参考になれば幸いです。それではご覧ください。まずは Google マップにおける基本操作についてです。今ご覧いただいているのが Google マップを CarPlay で表示した状態となっています。画面がハレーションしていて申し訳ありません。Google マップでは右上の歯車ボタンで各種設定を行うことができます。設定項目としてはご覧の通りであり、経路オプションでは目的地までのルートに対して高速道路の使用するしないの選択などが可能となります。地図の色は色というよりも明るさであり、日中と夜間時の配色を選択できますが、基本は自動のままでいいかと思います。マップの移動や拡大、縮小に関しては、左下の十字キーを選択した時に行うことができ、指でスマホのように操作できないため、少し直感的ではありません。目的地の検索は、左上の検索ボタンを選択して行い、履歴やお気に入りの場所、その他カテゴリーによって選択できます。目的地検索は文字入力を行う方法と音声入力を行う方法があります。文字入力では画面のキーを選択して行う方式であり、こちらもスマホのようにフリック入力はできませんでしたので、音声入力をお勧めします。東京ディズニーランド。Google の音声認識はかなり優秀ですね。続いて iOS ナビの基本操作についてです。地図の表示に関してはほぼ Google ナビと同様となっており、左側の矢印で地図上で北を上に向けるかどうかを選択でき、さらには 3D か 2D 表記の選択が可能です。特徴的なのが事故や工事の情報を共有することができる機能があり、これによりユーザー間同士の情報網によってより最新の道路情報をルート検索に反映できます。地図の拡大縮小の方法も Google ナビと同様となります。目的地検索の方法は右下にあるアイコンを選択することで可能であり、目的地を選択すると直近の自身の検索履歴が表示され、そこから目的地の選択が可能となります。検索を選択すると左上に音声入力のアイコン、右上のキーボードマークで文字入力を選択できます。また、その下には各種カテゴリーに基づく検索が可能でありますが、Google マップと異なり、すべてのカテゴリーが1画面で表示されていないため、どのカテゴリーがあるのかを直感的に把握できないため、少し使いづらい印象を受けました。文字入力、音声入力に関しては、Google ナビでの検索とほぼ同等であり、キーボード画面を操作する方式と Siri を使っての音声入力となっているので、検索能力としてはほぼ同等であると考えていいと思います。東京ディズニーランド。iOS ナビの特徴的なところとしては、CarPlay 上で環境設定を行えないことが挙げられます。今ご覧いただいているのが iOS マップの環境設定をスマホアプリで開いている状態であり、Google ナビの経路選択にあたる設定などをこちらで行うことになります。CarPlay 上で操作できると、スマホを取り出す必要がないため、少し残念ではあります。基本的に設定できる項目としては、Google ナビと大きく変わりませんが、大きな違いとして、一般のところで改めて紹介しますが、制限速度の表示を iOS ナビでは行ってくれます。ナビを設定して向かう場所ということは、知らない土地である可能性が高いため、その道からの制限速度表示をしてくれるのは非常にありがたいです。また、駐車場所の保存を有効化しておくと、画像のように駐車した場所がビジュアルにピン止めされるため、非常に便利です。スープラコネクトにも同様の機能はありますが、スープラコネクトアプリの場合、改めて車両の検索を実施する必要があり、時間がかかっていたため、このアプリの方が便利かと思います。ちなみに、この機能は Google ナビでも有効が可能となっています。スープラコネクトつながりで、Twitter 上でマシュルホークさんに教えていただいたスープラコネクト独自の目的地設定方法をお伝えします。やり方としては、iOS マップで目的地を検索し、
目的地を共有の中でスープラコネクタのアプリを選択。そうするとスープラコネクタが立ち上がり、そのまま車両へ送信することが可能となります。この機能を使うと、一度 iOS マップで検索した目的地を改めてスープラコネクタアプリで検索し直して車両に送信という二度手間をしないで済みますので、より便利にスープラコネクタアプリを使いこなせますし、この検索手法の場合は純正ナビでそのまま走り出すことが可能となります。続いて一般道における各アプリの使い勝手についてです。まずは Google ナビとなります。いきなりあえてルートを間違えてみましたが、ルートの再検索もスムーズであり、ドライバー側が焦ることもないかと思います。ナビのレイアウトとしては、右下に到着予測時刻や所要時間、目的までの距離が記載してあり、右上に大きめのアイコンで矢印表記があり、どの車線を走ればいいかも合わせて記載されているため、前目立てて余裕を持った運転数は可能だと思いますので、使い勝手は非常に良いと思います。続いて iOS ナビの紹介となります。iOS ナビのレイアウトも Google ナビとほぼ同様となっており、右下に所要時間などが記載されており、右上に拡大表示の矢印表記があります。ただ、表示に関しては Google ナビとの違いが大きく2つあり、1つは左上の速度表示になります。iOS ナビにはご覧の通り、左上に制限車速の表示があります。この車速がそこまで重要かというのもありますが、知っている土地ならともかく、知らない土地でペースメーカーなしで走っている場合の安心材料としては、結構ありがたい機能ではないかと思います。もう一つは、右上矢印表記において、車線の指示までしてくれてない点です。右折専用レーンなどがあるルートであっても、右矢印が表記されているだけであり、どの車線を走るべきかを自身で判断する必要があります。この車線の選択で迷う人はそれなりにいるかと思いますので、車線の指示機能は欲しかったところです。iOS ナビを使っていたところで、便利だなと感じたところは、終着の自動調整です。Google ナビにもこの機能はあるかもですが、交差点などを差し掛かった際に、自動でマップが拡大され、曲がるべき地点がより明確となります。また、音声ナビの案内にも特徴があり、Google ナビは 300m 先など距離での指示に対し、iOS ナビの場合は、次の信号でといった指示になります。Google ナビの距離での指示は定量的なのですが、次の信号なのか、その先の信号なのかで迷ってしまうことがあるため、iOS ナビの方が私的にはありがたく、Google ナビの場合は結局マップに目をやる必要がありましたが、iOS ナビの場合は音声認識のみで走行できるよう配慮されている印象でした。続いて高速道路における使い勝手についてです。まずは Google ナビについてですが、基本的に一般道におけるレイアウトと特に変更はありません。残念なところは出口インターに近づいた際やジャンクションに差し掛かった際も特に拡大表示などは行われず、矢印表記だけとなっています。高速道路でそこまで迷うことはないので問題はないですが、少し残念です。続いて iOS ナビについてです。iOS ナビに関してもレイアウトに関しては一般道の際の仕様と同じとなっています。ただ Google ナビとの違いとしては、制限車速の表示があることと自動の拡大機能があるため、 Google ナビよりも使い勝手としては若干上のように感じます。この辺りの高速道路の使用感としては、ジャンクションや出口インターにおける拡大表示が実施される Yahoo カーナビやナビダイブのアプリの方が上のように感じました。ちなみに iOS ナビについてですが、速度表示は行われますが、オービスなどの警告は行われないため、安全運転をすることはもちろんですが、こちらの動画で紹介しているような対策が別途必要となります。まとめです。今回 Google ナビと iOS ナビの機能を比較しながら紹介してきました。設定できる項目としてはほぼ同様となっており、音声認識も優秀であるため、使い勝手としてはほぼ同等と考えていいかと思います。一般道での使い勝手に関しては、速度表示の有無と車線指示の有無があること、また音声案内の仕方で好みが分かれるところかと思います。私的には車線指示があった方が余計な車線変更を実施する必要がなく、前目で立ての操作が可能と考えますので、Google ナビの方が好みですが、iOS ナビの音声案内の丁寧さが好みの方も多いかと思います。私のイメージとしては、車線が多い都会では Google ナビ、車線が少ない郊外には iOS ナビが向いているように感じました。使い分けるのは面倒かと思いますので、長期の観点からお好みの方を選択いただければと思います。高速道路の使い勝手に関しては大きな差はなく、拡大表示がないため、Yahoo カーナビやナビタイムに使い勝手が劣っている印象であったため、このあたりを改善いただければと思います。
今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。